郭貴憤さん、当時21歳。工兵隊の幹部候補生だった郭さんは、爆心地から 2km の白島北町で被爆しました。あの日、郭さんは穴掘り作業に出かけようと整列していた時、突然鋭い閃光を浴びました。大野村の小学校に収容された郭さんは、肉親の名を呼ぶ叫び声や遺体を焼く匂いを鮮明に覚えています。韓国へ戻った郭さんは、母国で被爆者援護活動の中心となって活動を続けてきました。作業場に向かって10メートルぐらい歩いておったら、なんか爆音みたいな音が聞こえたから、いや飛行機がまた来たんじゃないかと言ったら、いやそれは違うと、こっちは工兵隊だから、トラックのエンジンの音だろうと。そしたら、いやあれあれと言って、向こうの東の空を見たら、指さすのを見たら B29 号が日記こう方向を変えてあったんです。そして朝日にこの飛行機のあれがピカッと光ったので、いや綺麗なもんだなとこうつぶやきながら、この頭を下げた瞬間に、火の海となってしまったわけですね。で初めはその火の海だと言っても、その当時はおそらくこういう火の海になるというのは、焼夷弾をガソリンをまいて焼夷弾を落としたんじゃないかと、そういうふうに、瞬間的にそういうふうに思って、それからこれ焼夷弾だったらこの兵舎が木造だから、この兵舎の近くを通ったらこれが火事になって焼け死にするかもしれない。だから逃げようということで、向こう炊事場の方に一生懸命に逃げたわけです。だから火の海になって暑いという感覚があったし、その隙なんか大きな音が聞こえたような気もするし、その瞬間は真っ暗くなってしまったわけです。で真っ暗い暗闇の中をその向こうの東の方に向かってこう走っていったら、いろんな瓦が落ちるとか、木材が家が倒れながら木材が崩れ落ちたとか、そういうのを塗って炊事場の近くまで行ったわけですよ。それで炊事場の近くに行ったら、今から測ってみたら、100メートルぐらいなんですけど、とても長いような、その瞬間はこれはもう死んではいかんと、生きるために、一生懸命に努力したのに、これでも死ぬかもしれんというような格好がずっとパノラマみたいにみんな思い出されて、その炊事場の近くに行ったら、ちょうど暗闇がさーっと止んだわけですね。でゴミだったらしいですね。それがずっと静まって見晴らしが効くようになりました。それで見てみたら、いや兵舎も残ってるし炊事場の建物も残ってるんですよ。ところがみんな屋根が飛んでしまって骨組みしか残ってないですよ。そうしたら、いやこれは焼夷弾じゃないじゃないかというふうに思って、そしたらなんか直撃弾を大きな爆弾直撃弾が起きたんじゃないかというふうに思って、これではまた爆弾が今落ちてるから防空壕の中に入らなければならんというふうに思って、防空壕の中に足を突っ込んだ瞬間に背中が熱いですよ。それで襦袢を抜いてみたら、その時まで火がついて燃えておったのに、それもわからなんでさーっともう逃げ回っておったと。ですぐそれを抜いて、それも足でもみ消して、それから見たらもう頭とか腕とか胸とかそういうところから血が流れておったから、これでは大変だということで、その工兵隊の吊り橋を渡って山の方に逃れたわけです。中央をね通りながらしたら、もういっぱい被爆した人たちがみんなもう入りながら、数千名がこっちでうろうろしておってね、私たちで兵隊さん助けてください助けてください、水をください水をくださいって
ちょうど私は空の水筒をこう持っておったわけです。そしたら水筒に水があると思ってかで「くれくれ」って言って水はないし、それで私後から「水はありませんよ」言ってから水筒はじゃ投げ出してしまったんです。それでそう練兵場を向こうの東の端まで行ったら、その付近に中隊本部が仮の本部を避難して来ておるということで、そこを探して中隊本部の方に行ったわけです。で中隊本部で、もう部屋なんかは重患者がたくさんこう寝ておって、臭いし、誰が誰かもわからんし、どうしてももう折れないから、私たちはこう庭に座って広島がこう燃えてるの。夜の火事になるとなんか絶望感というか、その人間がねあと脅威脅かされるわけよ。それが一軒の火事でもそういうふうになるのに、広島全体が夜火事になってこう赤々とこう燃えている状況というのは、これは一生涯そういう印象は忘れることはできない。汽車に乗って、陸軍病院に、入院させると。それで相当陸軍病院の立派なところに入院できるかと思って期待してね、乗ってって行ったら、ちょっと厳島の対岸になりますが、大野村小学校、大野村駅に降りて大野村小学校に歩いていったわけです。大野村小学校は校門で、人がこう待っておって、通った私たちを区別するんですね。あんたは重患者、あんたは軽患者ということで分けて、私には重患者だからというで、布団の破れたのを一つくれたよね、敷布団みたいなので、軽患者はむしろ一つやったんです。でそれを引き吸って教室に入る、病室というのは教室なんですね。教室に入ってみたらもういっぱいなんですね。でこう教室の門の後ろのところにちょっと空いたところがあって、そこにそれを引いてそのまま寝込みましたが、一晩寝て起きたらほとんど、4、5名ぐらいは死体になっておりました。だからこう熱に浮かれておったからいろんなことをやるんですよ。もう一生懸命に野球の試合をしてる者もおったし、もう恋人の名前を呼んでる者もおったし、もだからちょっと平成に考えたらちょっとおかしいんだけど、そういう熱に置かれた状態なんですよ、それが。それである者はこうして頭からこんなガラスの破片をね、なんかもうこう取り出したり、もう耳が痛いって見たら、もうウジが耳の中で湧いてからね、それを引っ張り出したりもおるし、ここにカージをかぶせましたが、このやけどね、こう開けてみたら、もうウジがね何百匹もここでね、泳ぎしておったんですよ。そしてもう軍技さんに見せたら、それはウジをみんなこう掃除したからすぐ治るよと言って、何とも言う平気だったんですよ。そういう記憶がありますね。こんなに惨めな状態になるこの戦争というものは、どうしてこう人間がこういう戦争をしなければならないかというような儚いその気持ちにもなったわけです。助けてくれ助けてくれってこう叫ぶ声とか、それから風が吹けばその死体が焼けるその臭い匂いとか、だから嗅覚視覚、そういうものをそう動員されたその絶望の状態、だから地獄と表現もしてもいいかもしれませんが、地獄をそう体験したわけです。郭貴憤さんの証言でした。